メルセデス・ベンツ 300SL。メルセデスの高性能を世界中に知らしめたガルウィング。1954年に催されたニューヨークショーにダイムラー・ベンツは新しいスポーツカーを発表する。レースマシンの 300SL をロードゴーイングカーに仕立て直した量産版の 300SL をひな壇に挙げたのだ。マルチチューブラースペースフレームにガルウィングドアを組み込んだ流麗なクーペボディ、そして燃料直接噴射式の3リッター直6 OHC エンジンを搭載した 300SL はたちまち大人気モデルに成長。後にメルセデス社の至宝と謳われるようになる。軽量レーシングマシンとして誕生した 300SL。メルセデス・ベンツの象徴的なスポーツモデルであるシュポートライクと軽量スポーツ、すなわち SL のヒストリーは第二次世界大戦が終結してから7年ほどが経過した1952年にまで遡る。この年、車内コード W194 をつけたプロトタイプレーシングマシンの 300SL がデビュー。この時点での SL はズプライクと超軽量を意味する。この車が SL の原点だった。当初の 300SL は交換スペースフレームとアルミ製ボディを組み合わせた新設計マシン。車体は約 870kg の軽量に抑えられ、300リムジン W186 から流用した上で専用チューニングを施した M194 型 2996cc 直 6OHC エンジン 171HP によって強力なパフォーマンスを発揮した。300SL はデビューレースの1952年ミルレミリアで2位と4位を獲得。続くスイスグランプリでは見事に初優勝を果たす。さらにルマン24時間レースではワンツーフィニッシュを達成。世界一過酷な公道レースと言われる彼らパナメリカーナメヒコでも激戦の末に優勝を飾った。300SL のロードゴーイングバージョンを開発。華々しい活躍を見せる 300SL。一方、ダイムラー・ベンツは当初の計画通りに 300SL でのレース活動を早々と中止し、以降は新レギュレーションのレースマシンの開発に精力を傾ける予定でいた。もちろん 300SL を市販化するプランもなかった。しかし、レースでの大活躍によって世界中のスポーツカーファンを魅了した 300SL の存在を販売側が放っておくはずがない。特に、米国でメルセデスのディーラーを経営していたマックス・ホフマンは、需要予測や1000台余りの受注を携え、熱心に 300SL の市販化をメーカーに進言した。ホフマンの熱意はダイムラー・ベンツを動かす。300SL の市販化を決定したのだ。しかも 300SL に大幅な改良を施し、メルセデス・ベンツの先進イメージを象徴するロードゴーイングモデルに仕立てる方策を打ち出した。開発は精力的に行われた。基本シャシーに関しては、レーシングモデルと同様の細い鋼管を橋桁状に組み合わせたマルチチューブラースペースフレームを採用する。設計を担当したルドルフ・ウーレンハトは、ロードモデル化にあたって一部セクションのアレンジを変更する。ドアには跳ね上げ式の通称ガルウィングタイプを導入した。仮装するボディはドア、フロントフード、トランクフードにアルミ材を、それ以外にはスチール材を使用する。スチール材は60枚ほどの基本パネルを溶接して組み上げ、ここに補強パーツを設置して高い剛性を確保した。フロア部はトランスミッションが通るセンタートンネルを挟んで、両側2枚のパネルとダッシュボード下部のパネル、そしてトランクフロアの4セクションで構成する。サスペンションはフロントに上下不等長のダブルウィッシュボーン、コイルスプリング、スタビライザーを、リアにユニバーサルジョイント、アクスルシャフト内端に設置を備えたスイングアクスル、コイルスプリングを採用。前後ともにテレスコピック式油圧ダンパーをセットした。ブレーキはサーボ付きのアルフィンドラム式。操舵機構には当初
ZF 製のウォームピン型ステアリングギアボックスを採用するが、遊びが多くて反応が鈍いという指摘を受けたことから、後に自社製のボールナット型に変更した。エンジンはダイレクトインジェクション式 215HP 搭載。エンジンはボッシュ製燃料噴射ポンプ PES6KL70、30 に OR に組み込んだダイレクトインジェクション方式の M198 型 2996cc 直 6OHC ユニットを採用する。シリンダーブロックは鋳鉄製で、ヘッドはアルミ製。ピストンはアルミ単造、コンロッドはスチール単造で仕立てられ、同時にスチール単造のクランクシャフトは7組のメインベアリング及びベアリングキャップで支持した。圧縮比は 8.55 対1にセットし、連続回転の許容限度は 6000rpm、瞬時の限度は 6400rpm に設定。最高出力は 215HP、5800rpm、最大トルクは 28.0kgm、4600rpm を発生する。搭載に関しては、ボンネット高を抑えるために、左に40度ほど傾けてエンジン本体を設置した。オイル容量は18リットルで、潤滑方式にはドライサンプを採用。ウォータージャケットにも工夫を凝らし、シリンダーブロック両側の開口部にスチール製カバープレートを取り付ける構造とした。組み合わせるトランスミッションはオールシンクロメッシュの4速マニュアルギアボックス。標準のファイナルギアレシオは当初が 3.42、後に 3.64 に変更し、オプションとして 3.25、3.42、3.879、4.11 の4種類を用意した。一方、クラッチは独立したアルミ製ハウジングに収まる乾式単板 Φ225mm で、ペダルとの連結は当初がプッシュロッド式、後にプルロッド式に換装する。また、前車にZF 製のリミテッドスリップデフを装備した。レーシングカーからスーパーカーへと変身した造形。開発陣は顧客層の好みを重視してスタイリングの上級化、スーパーカー化にも注力する。前後端にはクロームメッキ仕上げのスチール製バンパーを装着。大型のフロントグリルは上下に分割式の縁取りで構成し、中央の円筒には3ポインテッドスターのエンブレムと左右に伸びた羽を配した。丸型のヘッドライトにはクロームメッキの二重リムを装着。フロントフードには2つのバルジ、右側はインテークチャンバー部の盛り上がりを避けるために、左側は左右対称に見せるために設置が設けられる。ホイールアーチの上部には独立したプレス部材、通称眉毛を配備。フロントフェンダーのエアベントにはクロームメッキ仕上げの横バーを付ける。ガルウィングドアに組み込むサイドウィンドウは未開閉の固定式、脱着は可能だが、前部には独立した可動式三角窓を設置。室内換気用としてルーフ後端にエアアウトレットを装備した。内装についても上級化を実施する。インパネには大型の VDO 製スピードメーターとタコメーター、燃料計、油圧計、水温計、油温計の小型補助メーターを配する。パネル周囲及びドアトリムなどにはレザーまたはテックス合成皮革を貼った。ステアリングはアイボリー色のプラスチック製2本スポークが標準で乗降性を良くするためにオス部に加藤機構を採用する。シートはスチールプレス成形のフレームに固めのパッドをクッション部及びバックレスト部に組み込んだバケットタイプを装着。表地はタータンチップ柄の布地が標準でオプションとして本革をラインアップした。米国ニューヨークにて初のお披露目。ほぼ1年の歳月を費やして開発した 300SL のロードバージョンは1954年2月開催のニューヨークオートショーでワールドプレミアを飾る。
華やかで優麗なクーペスタイルに異彩を放つガルウィングドア、そして最高速度時速 230km 超ファイナルギアレシオ 3.25 仕様では時速 260km というパフォーマンスを誇る 300SL は当時のフェラーリ250系などの競合車よりも安い約$7000の価格設定も相まってたちまち人気モデルに発展する。また、レザー内装やヒーターなどのオプション装備を注文するユーザーも非常に多かった。市場で 300SL が販売台数を伸ばす一方で、開発現場では市場からの要請が多かったオープンモデルの企画も鋭意推し進める。そして1957年3月開催のジュネーブショーにおいて、新しい2シーターオープンスポーツの 300SL ロードスターを発表した。豪華で華麗なパーソナルオープンの内容。ロードスターのスタイリングは好評だったクーペの造形を基本的に踏襲しながら、ラップラウンド型のウィンドシールドや折りたたみ式ソフトトップを備えたルーフ部、各種ランプを組み込んだ楕円形のヘッドライト、専用デザインのグリルなどを導入して独自のオープンスポーツルックに仕立てる。そしてドアはガルウィングではなく一般的な前ヒンジ式に一新した。このドア形状を採用するために開発陣はスペースフレームに手を加える。サイドシルブを貫いていたメンバーの上下間隔を狭め低い位置に設定したのだ。同時にねじれ剛性の低下を防ぐ目的で補強パイプを追加。さらにダッシュボード下やAピラー下部などを結ぶアルミ製のバルクヘッドを設定した。ロードスターは一部メカニズムについても変更を受ける。最大の特徴はリアサスペンションの刷新で、形式はスイングアクスルながらローピボット化やトレーリングアーム及び補助スプリングの追加を実施。安定した挙動とハンドリングを実現する。このリファインはロードスターユーザーから高い評価を受けることとなった。クーペモデルは1957年5月に生産を終了し、以降はロードスターモデルが 300SL の名を継承した。そして1958年に可動型アームレストを装備、1959年にフットスイッチ式ウィンドウウォッシャー、1960年にラジエーターを改良、1961年にダンロップ製ディスクブレーキを採用するなど緻密な改良を加えながら1963年まで製造した。後に歴代メルセデス社を代表するスポーツモデルの至宝と謳われるようになった 300SL。最終的な生産台数はクーペが1400台、ロードスターが1858台を数えた。